こんにちは。はい、こんにちは。前回ですね、ロングインタビューで生い立ちから新人時代の話をお伺いしましたので、その続きを今日はインタビューさせていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。結構前回いろいろ話を聞かせていただいて好評だったので、前回大学生になるとこまでだったよね。そうですね、なのでここからまたちょっと、はい、先の話をしていけたらと思います。よろしくお願いします。はい。ではこれからまたいろいろと質問していきますのでよろしくお願いします。はい。それではまずホステスとして生きていくと決めた時、家族や友人から何か反応はありましたか？まず家族には、父親には内緒にしてたので、母親だけ卒業して就職をしなくてホステスを続けるっていうことは伝えておりました。反応としては、まあ頑張ってっていう感じで、あんまりこう、父親だけにはねバレないようにしてねみたいな感じで、多分そんなに長く続けるだろうっていうふうに思ってなかったので、とりあえずバレないようにしてねっていう感じは言われておりました。友人はそもそもあんまり伝えてなかったですね。あんまりもともと祇園で3年生4年生の時にホステスしてたので、そこから普通に、就職せず働くよぐらいの不安とした感じでした。そうしましたら、その新人時代に仕事がうまくいったきっかけみたいなものって何かありますか？新人時代は、そのクラブの新人時代、祇園の時はラウンジで働いていたんですが、クラブの時の新人時代は結構最初うまくいかなくて、やっぱりコツが分からなかった気はします。ママがいるラウンジにいたんですけど、やっぱクラブのママと全然違うし、クラブの方が、どっちかっていうと年齢層も高い人が多かったので、結構厳しいめな感じでしたね。特に私22歳だったんで、もう敬語とかほとんど使わなくていいお店だったので、それすらもう最初のお店のオーナーママに敬語使いなさいって言われたのを覚えてます。全然知らなかったと思いますね。逆にラウンジで敬語なくて大丈夫だったことに結構驚きです。でもラウンジって大学生多かったんですよ。祇園って学生の方が多かったから、あんまりそういう縦社会ビシーって感じじゃなくて、部活の延長みたいな感じで楽しくそうフラットな感じで、あすかさんの若い頃の今思うと頃尖ってたなみたいなエピソードってありますか？尖ってたのは結構10年ぐらい尖ってましたね。20歳から10年ぐらい。まずそもそも夜のお店で友達なんていらないと思ってる人なんで、私は友達今でも別にいないしっていう、結構そういう仕事するために夜働いてるから、割とそこ尖ってますね。だからお店の女の子の連絡先とかほとんど当時も交換とかしなかったですね。ママとか、社長とかそう言われた方は交換しますが、結局仕事終わった後飲みに行ったりもしないし、土日も遊んだことなかったかなって思います。じゃあもうそのラウンジの緩やかさからクラブに移ったらもうバシッと仕事っていう感じですか？そう。そのラウンジの時は同級生みたいな子いっぱいいたから、休みの日は遊びに行くことはなかったけど、仕事終わりに飲みに行ったりはあったけど、やっぱクラブってその友達作りっていう感覚じゃなかったから、結構仕事しに来たっていう意識が高かったかなと思います。ありがとうございます。初めの頃の上司や先輩から怒られたことっていうのはありますか？さっきの敬語みたいなやつ。敬語もちょっと怒られたんですが、私その時シャンパンを結構飲めなかったんで、シャンパン飲んでっていう風に結構怒られました。お酒好きなんですけど、その前のお店、特に京都のお店は、お客様の単価が低いところだったので、ほとんどシャンパンが出ることがなかったんですよ。1年にシャンパンって何回かしか飲まない店だったから、炭酸のお酒に慣れてなくて、結構シャンパンは味が苦手で苦労しました。今結構飲めるし、すごく美味しいなと思ってます。そうですよね。すごいブレアはシャンパンが出るイメージなので、ちょっと驚きました今のは。22歳ってシャンパンの味も分かんないじゃないですか。正直お酒の味がそんなに分かんなかったし、
今みたいになんか味わって飲める感じじゃなかったかなと思います。あとその仕事で、これはその昔の頃でも今でもいいと思うんですけど、仕事で落ち込んでしまった時に切り替えっていうのはなんかすぐできましたか？どんなことでその発散してましたか？仕事で落ち込んだ時の切り替え、私趣味が結構インドアなんで、家でじっとしてたら充電が完了する感じがあります。ゲームも好きだし、なんかこう一人で時間過ごして映画見るのも好きだし、読書も好きだし、結構家でのんびりしてましたね。今は海外旅行とか、そう旅行が今好きなんですけど、当時私が海外初めて行ったの確か25とか、その20歳より前だってね、その自分が働き出して行ったのが25ぐらいが結構自分で初めて行ったぐらいなんで、じゃあまだその時は海外旅行で発散っていう感じではないそうですよね。だからそれから、銀座来てからね一人旅覚えたんですけど、海外に行くでそれで発散するっていうのは本当もうちょっと後のストレス発散で、当時はインドアで結構家でゆっくりしてました。家でゆっくりはいいですね。みんなできる。そう今ね逆に家でゆっくりしすぎてストレス溜まってる方も多いと思うんですけど、なんかそういう時はもう外に行くのがやっぱストレス解消かな。近場の公園とかジムに行ったりとか、あとちょっと、スニーカーに履き替えてね30分ぐらいこうウォーキングしてカフェに行って帰るとか、なんかそうやって理由つけて今は散歩結構してます。いいですね。みんな真似してくださいっていや本当いい、やっぱねオンオフ大事なんでそうしましたら、そこの、京都から移って大阪の時代、北新地ですね、北新地時代、いつ頃からどのくらいの期間大阪でホステスをされていましたか？私がいたのは私が22歳から25歳の間だったので、2008年から2010年の後半ぐらいまでかな、3年弱ぐらいしかいなかったので、震災の時は、何も働いてなかったのでそれより前に辞めて、で震災の後に東京来ました。すごいタイミングね、すごいタイミングで、大阪の初めこう移ってきたお店はどんなお店だったんですか？そう最初に2軒候補があって、それは祇園の時に勤めてる時のお客様が新地行ったらこことここ行くよみたいなクラブだったんですよ。でそのクラブの中から、両方面接して、その時は待遇がいい方で、勤めました。私は祇園の時結構頑張ってたので、本当ね100万ぐらいとかが全然稼いでたんですよ月に、売り上げもしてたんで、だからそのクラブに行って、ゼロからとはいえねやっぱりこう1ヶ月100万ぐらいもらえるところからスタートしたいなと思って、その時はお店探しをしてました。で新地はやっぱこういろんな、その時から聞いたね口コミ通り日給が高いんですよ。だからゼロのヘルプって言って1円も売り上げ持ってない子が最低4万円とか4万5千円からスタートできる街だったから、そのぐらいの4とか45ぐらいのベースに交渉して、で雰囲気良いお店に入りました。すごいですね。なんかそんなにもらえるんだ、驚きです。祇園はもっと低いよ。やっぱ時給3500円だったから、で土日の土曜日やってて日曜日休みだけど25日ぐらい稼働して40万ぐらい、そっから売り上げしてたから100万だったけど、結構ね差はあったんじゃないかなと思います。京都とその大阪ってこうお客さんの感じとかいろいろ違うと思うんですけど、最初から結果は出ましたか？いや全然出ないよね。やっぱねその祇園のフランクなお店だから、やっぱお客様はちょっともうちょっと若い方、しかもサラリーマンの方もすごく多かったし、でもやっぱり北新地行くと座って5万円、女の子の日給も 4,5 万のとこだったから、銀座と変わらないですよね。だから経営者の方も多くて、やっぱ最初はそこのお話をどうするかとか、接客が全然違うから結構そこは、悩んだかなっていうとこかなと思います。またなんかその北新地で働き始めの頃になんか印象に残ってることとか、こういうことあったなっていう思い出とかありますか？なんか北新地のお姉さんやっぱり結構高級取りの方多いんで、ママも結構稼いでる方多かったので、なんかね服も違うし持ってるカバンとか靴も全然違ってみんなおしゃれでした。
売り上げやってるお姉さんはだいたいバーキンとか、エルメスってボリードとかで出勤してて、当時私バーキンとか全く知らなかったし、エルメスも本当になんかガーデンパーティーぐらいしか知らなかったから、初めてそこでなんか着物着てるお姉さんが持ってるの見てすごいなって思った印象がありますでは大阪時代に、なんかここは誰にも負けてないぞっていう部分は何かありましたか？結構仕事がやっぱ好きだったんで、24時間携帯持ってたって感じですかね。寝る時も持ってたし、で連絡来たらすぐなるべく返すようにしたし、今よりももっとレスポンスが早かったんじゃないかなと思います。やっぱ今って YouTube 撮ったりとか、あと会社の中で打ち合わせしたりとか、こう他の昼間のねこう事務作業も結構あるから、電話が取れない時結構あるんですよ。 LINE の返信も本当あんま良くないけど3時間後とか半日後とか全然あって、でそういう時やっぱ普通のもう本当プレイヤーのホステスさんだったら、やっぱ今日空いてるとか何してんのみたいな付き合いが非常に大事なので、そういうこう速さは今よりももっと求められたんじゃないかなと思います。だからなるべく、その時ガラケーだったんですけど、携帯を近くに置いていつもすぐ連絡返せるようにしてましたね。それは本当に早かったと思います。いや24時間体制はすごいですね。24時間体制、土日もずっと連絡取れるみたいな。いやーすごいじゃあ仕事がうまくいくきっかけみたいなものっていうのはありましたか？仕事のうまくきっかけってすごく難しいんだけど、人気のあるホステスさんになればまた人気が出るんですよ。だから売れてない子っていつでも連絡つくとか、あの子最後に連絡しようってなるから優先順位すごく低くなるんだけど、結構売り上げしてる子とか売り上げが同伴頑張ってる子とか人気がある子って、お客様も早めにこの女の子の予定を抑えないと予定が埋まっちゃうかもみたいな感じで、なるべく早く連絡とか優先順位高くいただけることがあるから、やっぱり売れっ子になるきっかけって早くお客様をファンを掴んで、なるべくお客様の来店頻度を高めて、でやっぱりあの子あの店でいいよとか、なんか可愛いよとか、ナンバーワンだよとか、人気あるよとか、そういうこう評判が良くなるように早くするのが大事かなと思います。これいいスパイラルなのかな。やっぱいい子はいいし、いい循環だし、売れてない子はずっと売れない循環だし、結構最初そのつかみを早くつかむのは大事かなと思います。いい波に自分で早くなるように仕向けるっていう感じですかね。あとは売り上げがそのいいスパイラルに入って上がっていってからはどういう気持ちで働かれてましたか？売り上げが上がってからは、そのいかにもっと広くお客様を集客するかがテーマになってくるので、最初はその例えば10組とか20組でこう一生懸命回してたのが、もっと100組とかもっと多くのお客様に来てもらいたいなって、もっと、売り上げしたいなってやっぱ思うので、なるべくこう、時間もね限られた中で、その連絡を取らなきゃいけないので、やっぱ時間の使い方はすごく気をつけていたし、ね、だから密度が濃いお客様から今度は広いけどなるべく、お客様のこと考えてますよっていうね、距離感近いですよっていう営業スタイルに切り替えなきゃいけないから、ちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、この子あんまり俺のこと大事にしてないと思うと離れちゃうと思うから、でも100組とかになると本当それが大変になってくるから、そういうこうなんかあなただけよっていうのがまたうまくならないとホステスさんって大成しないんだなっていうのはすごく思います。2人でしか知らない話をこう会話に入れたりとかですかね。とか、前の話覚えててくれたんだって思えるようなエピソードを盛り込むとかね。そしたらその大阪でまたうまくいってきて、何をきっかけに東京へ行こうかなっていうのを考えられたんですか？私が最初ホステスさん辞めたのが25歳の時に一旦1年ぐらい休んだんだけど、その時に本当はバーをやりたくて自分で独立したかったんですよ。ただやっぱバーって非常にこう薄利多売というか、クラブみたいにセットもないし、1回座って5万円っていう世界じゃないし、1杯1500円とか、2000円とかのドリンクをたくさん売らなきゃいけないから、すごくねこう自分でやりたかったけど、ずっとこう続けていくのは難しいなって、独立したいって思って辞めて物件探しをして
でちょうどなくて縁が、その時そういう考えも浮かんだから、やっぱり独立やめて今度は銀座のホステスさんトライしようと思ってで東京を目指したんですよ。新地に戻るってあまり考えてなくて、やっぱ実家が愛媛県なので、なんかこう大阪でこう骨をうずめようってのはなくて、その友達もいない親戚もいない家族もいないみたいな状況だったから、やっぱそれ一回ね四国出たんだったら東京で、一回チャレンジしてみるっていうのはねいいのかなと思って、江戸を目指しました。東京のお店に移ったっていうのはこう当てとかつてとかそういうのがありましたか？そう、その時もやはり今、前回同様ね、その新地飲んでる方に銀座どこ行ってるのっていう風に、お客様たちにアンケートを取って、で3つぐらい上がった名前のところに面接に行こうと思って、紹介してもらいました。最初は、本当銀座って結構広いじゃないですか。1丁目から8丁目まであって、で高級クラブがあるのは8、7あたりだから、そのね新橋駅寄りなんですよ。ただ私は銀座と思って銀座降りたら三越の前だったから、新橋駅の方っていうのがちょっとよく分かんなくて、最初なんで新橋が銀座なんだろうみたいな、そっから始まってて、でお客様と待ち合わせして1軒目はサードフロアっていうお店に一緒に連れて行ってもらいました。で、そこで社長とお客様と私3人で面談して、で、この子新地で頑張ってて結構売り上げもあるし、東京にはちょっと持ってこれないと思うけど、でもやる気がすごいあっていい子だから頼むよ、採用してあげてよってお客様の一声があって、で、その時の社長が、そのねフル出勤でレギュラーで入りたいし、私その時面接で私は銀座のママになりたいんですよろしくお願いしますって言って面接したみたいなんでだから多分やる気満々だから、そこをね意気込みを買われて、いつでもおいでよみたいな、早く東京おいでって言われて1件だけの面接で終わりました。でもすごいそう3件行こうと思ったの。でも、ここだと思うと、そのねなんか迷わないから体験入店もしなかったし、でお客様もいいお店だよっていうのはもう十分聞いたので、1軒目はサードフロアっていうお店にスポーンと入りました。だからすごい素敵なご縁ですね。そうだから今ね体験入店あちこち行く人私あんまり理解してなくて、いるみたいな体験いるみたいな。昔のクラブって体験入店とかないんですよ。それキャバクラの文化だし、この子体入だよとか体験だよって言うとお客さんめっちゃ嫌うし怒るし、体験つけんなみたいな感じで言う方も全然いるんですよ。だからそもそも体験をして昔の人はお店を決めてなかったから、縁とか直感とか紹介とか自分が見たもの、営業中の雰囲気見せてもらったりとか、いい店だなと思って決めたりが一般的だったと思うから、今結構点々点体験5件行って決めましたとかいうのは私正直あんまり、うちも いるんですよそういう体験学全然いるんだけど、そもそも体験たくさんしないとお店選べないとセンスないなって思っちゃう。最初から多分勤めたい店の理想像ないんだなって思います。私の場合は銀座で有名なお店、流行ってるお店で、そこのお客さんがやっぱこういいよってみんなが言ってくれるお店に入りたかったから、あと内装とか雰囲気とか、どんな女の子働いてるかは一切気にしてなかったから。だって流行ってるっていうことは結果だと思うし、それで決めました。大阪時代を振り返って仕事がうまくいった要因や、もう少しこうしていればよかったかなと思うことはありますか？大阪時代は正直そんなに仕事がうまくいってたって自分では思ってなくて、数字もある程度あったんですけど、お店ではね2番手1番手微妙なとこだったんですよ。圧倒的数字があってママまで行ったわけじゃないので、そんなにね仕事として、成功したっていう感覚はあんまりなく、どっちかというともう一から東京に行った時にはもう一回、下積みから頑張ってヘルプをたくさんして、どんな仕事も断らずにやっていこうっていうのが本当東京来た時一番自分で決めたことでした。だからお家も北新地の時はすごく新築のタワーマンションですごいいいとこ住んでたんだけど、もう全部この家財道具もこうちっちゃいのに変えてちっちゃいマンションからスタートして、だって江東区の東雲に住んだんですよ。今だったら考えられないですか？豊洲とか月島とか分かるけど東雲まで行っちゃうと
むちゃくちゃ遠いんででそういうとこやっぱ選んですごろくみたいにね、じゃあ港区新橋で次は表参道ってこう、それも一つ仕事していく上でモチベーションにもなるし、そういったのね全て含めて、いや本当なんかやっぱ仕事中心になった生活してたなって今でも思います。ありがとうございます。そうしましたら最後にクラブで働きたいと考えている方に一言あればお願いいたします。はい、仕事を真剣に、勉強したいなとかしたいなって思う方はクラブすごく向いてるんじゃないかなって思います。今のね私ちょっと変わってるんで全てにおいて厳しめな判断なんですが、もっとね皆さん楽しんでやってます。女の子同士の友達も多いでしょうし、うちの店もね集まってバーベキューとかも行くし、結構今の時代に合わせたクラブになっていってるんじゃないかなと思います。で私みたいなストイックな人の方が逆に少なく、銀座でもじゃあ誰って言って考えた時なかなかそんな人いないので、本当マイノリティなんで、もっとみんなは楽しくやってると思います。はい、ということでよかったらねまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。